した。ここはクレープが1種類みたいです。ほんとノーマルのクレープにバターが添えられてるだけなんだけど、バターを乗せて食べるんじゃなくて、バターをちょっとずつ切って温かいクレープに挟んで食べるのが美味しいらしい。では、いただきます。トイストーリー曲です。かわいい。レッツゴー。かわいい。すごい使い回しいけそう。ねえ、楽しかった。楽しかった。仕事頑張ろう。偉い。私も頑張ろう。仕事頑張ろう。仕事頑張ろう。よいしょ。おはようございます。ミクです。今日は6月の19日水曜日です。今週はなんか気温の差がすごいですね。昨日はすごく寒かったのに、今日は30度ぐらい気温が上がるということで、そろそろね本格的に暑くなってくる時期なんじゃないかなと思います。はい、私もちょっと夏らしくこういう感じでオールホワイトのコーディネートをすることが増えました。こういうシルバーのね大ぶりのアクセサリーをつけたりとか、ちょっとね夏を楽しむみたいなねコーディネートを最近し始めています。で、今週はですね、先週の金曜日にブルーボトルとマリメッコがコラボレーションして、ブルーボトルの渋谷店と代官山店がマリメッコのウニッコ柄で彩られて、そしてブルーボトルとマリメッコのコラボレーションアイテムが発売されるということで、マリメッコファンとしては必ず押さえておかないとなと思ってちゃんとスケジュールにね入れてたんですよ。でそしたらその過程でブルーボトルさんからマリメッコとブルーボトルの対談イベントがありますので、ぜひ聞きに来てくださいってお誘いいただきまして、代官山店の方に行って、お話を聞いてきました。はい、とてもねいい時間でした。
よりねマリメッコが好きになりましたし、ブルーボトルもねよく行ってたんですけど、よりねブルーボトルのことが知れて、これからもねたくさん通いたい、そんなカフェになりました。でそのイベントの日がマリメッコとブルーボトルのコラボアイテムの発売日だったんです。私は清澄マグを狙っていて、それをね買って帰りたいななんて思ったんですけど、その店舗に着いた時にはもうほぼ全ての商品が完売していました。はい、でギリギリ購入できたのが、こちらのブルーボトルカラーのウニッコ T ですね。生地もねしっかりしてて、ブルーボトルカラーのウニッコがすごく可愛かったので購入しました。今着てるホワイトデニムの上とかに合わせてこの夏ね普通に着たいと思います。そんな感じで先週のこちらのイベントから始まり、その後ねお友達ののんちゃんから気になる北欧カフェがオープンしたから行ってみないって誘いを受けて、そのカフェに行ったりとか、そんな感じで今週はなんか北欧を感じるウィークなんですよ。なのでちょっと今週はこのまま外でもお家でもなんかちょっと北欧を感じるようなもので自分のね心を満たしていきたいなと思っています。で今日はちょっとお仕事が溜まってるので、しっかり午前中お仕事をしつつ、少し前の Vlog で、とある雑誌のインタビューを受けたので、その雑誌が発売したら皆さんに報告しますねってお話ししてたと思うんですけど、その雑誌が本日発売日なので、その雑誌を買ってきて皆さんにご紹介しつつ、そんな一日にしていきたいと思います。それでは引き続き Vlog お楽しみください。麦のタレ？久しぶりの彼特製お弁当持ってきてくれました。まさかのなんかうなぎ入ってました。うなぎの下に海苔と、あとはちりめんじゃこみたいなのがご飯にかかってますね。これはおそらく買ってきたうなぎなんじゃないかなと思うんですけど、以前ねうちの彼うなぎさばいて焼いたことあるので、もしかしたら彼がさばいて焼いたうなぎかもしれません。ちょっとね後で聞いてみたいと思います。とっても美味しそう、嬉しいサプライズ。いただきます。はい、お家に帰ってきました。表参道でシュバマトカというお店と、イッタラに行ってきたので買ってきたものをご紹介したいと思います。このねシュバマトカというお店は
以前から気になったんですけど、これは北欧の旅行会社フィンツアーさんによるポップアップ併設のカフェだそうです。でそこでちょっといろいろね買ってきたんですけど、まずはフィンランドで気づいた小さな幸せ365日という本ですね。あとはファッツェルのチョコですね。ラズベリーヨーグルトとブルーベリートリュフの2つの味が入ってるチョコボックスです。こちらとムーミンのフレーバールイボスティーですね。このムーミンのお茶美味しいんですよね。久しぶりに飲みたくて買いました。あとはこれカンカンが可愛くて買っちゃったんですけど、これはオレンジピールとかローズのお花とかが入ってるようなブレンドティーですね。こういう感じでね、北欧にちなんだ商品がねたくさん売られてて、またちょくちょくね通いそうなそんなお店でした。はい。そしてあとイッタラですね。イッタラではお皿をね2枚買いました。こちらのマイニョーサラストゥスというシリーズの19センチのプレート2枚購入しました。そんな感じでちょっと北欧らしいものを買いつつ、あとは本命のと言いますか、こちらのね本を買ってきました。これがね午前中に私が言ってたインタビューをねしていただいた、ディズニー公式ブランドムック。こちらのねムック本なんですけど、新しくディズニーシーにできたファンタジースプリングスのことだったりとか、海外ディズニーの、特集があって、そして、一番最後の方に私のねインタビューの記事が載っています。私のディズニー映画についての愛だったりとか、あとは海外パークでの思い出だったりとか感想っていうのを記事にしていただきました。ディズニー好きの皆さん、こちらのね本を書店で見つけたら手に取ってみてください。嬉しい。やっぱ好きなものは好きって声を大にして言うものですね。こういう風にね雑誌の1ページをね飾らせていただけるなんて、こんな光栄なことはねないですね。幸せです。という感じで、購入品とちょっとしたお知らせは以上です。フィンランドのカモメはでかい。丸々太った体で港をのしのし歩く。Come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder.
makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder.よいしょ。あ、どうもいらっしゃいませ。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかすごい久しぶりな感じがするんだけど。本当一周開けただけでこんなにも久しぶり感が出るのかって。ラジオがすごい久々でなんか緊張しますね。なぜか。いやそうなんね。今日のテーマもね、俺答えを持ってこずに来たから。うわやば。ちょっとディスカッション形式で。はい、それでは始まりました。最近どういうラジオ第8回。おお。このラジオは、私がここにアトリエを作って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということもあり、動画に彼がねなかなか出る機会がないということで、私たち夫婦の近況をお届けするそんなラジオとなっています。今週はですね、北欧を感じるウィークというのを私が自分の中で勝手に行っておりまして、今週ですね、フィンランド式シナモンロールを焼きました。めっちゃ綺麗にできてるやん。ちょっとちょい焦げです。で、お供の紅茶がセーデルブレンド、オレンジピール、ローズの花、マリーゴールドの花とかが入ってる紅茶をね、北欧のショップ、アンテナショップみたいなところで買ってきました。飲んでみましょう。うん、香りがすごい。うん、あ、美味しいね。うん。じゃあ食べてみて。北欧風だと、あれなの、この平べったくなるんや。そう、なんかこの耳たぶの形みたいに潰して作るシナモンロールで。うん。すごいやん。うまっ。おいしい？うん。フィンランド式はカルダモンが、そうなんだ。カルダモンパウダーを入れるみたいで、生地にも練り込んであるし、この中のフィリングにも入ってます。ちょっとすっきりしてるんだじゃあ。アメリカのやつよりはこっちがすっきり。うん、甘すぎずね。うん、美味しい。はい。で、そんでさ、昨日、お弁当作ってもらったんだけど、はい。あれ手作り？いや。なわけないやん。びっくりした。なんか開けてさ、嘘でしょってなっちゃった。あれは何？いやもう出来合いのものがあって、普通に俺が食べたかったわけ。なんか暑くなってきたし最近。でうなぎ食べてと思って、まあちょうどいいかなと思ってうなぎ弁当。でもなんかちょっとさすがにご飯にうなぎだけじゃあれやなと思って、ちりめん入れたりとか、海苔敷いたりとかしてちょっとだけ手が込んでる風にごちそうさまでした。最初なんか家でさばいて焼いたんかと思って、まあやったじゃん。と思って美味しかったです。ね、あれ美味しいよね。はい、ペロリと食べました。うなぎ弁当ありがとうございました。いえいえ。さあ、先週結婚してよかったエピソードと、あとはパートナー間の中で悩んでることがあったら、どしどしお手紙くださいということで募集しまして、今週は結婚だったり恋愛だったり愛に関するテーマテーマになっています。読む前にやっぱ私たちのさエピソードをやっぱり出さなきゃいけないよね。どっちからいく？いやちょっとどういう感じかまず話を俺は聞きたいけどな。私はね、やっぱりあなたと結婚してよかったなって思うのは、味方ができたっていうのがやっぱりある。
かな。まあ私こういう仕事もしてるし、自分の思ってることっていうのを周りに話しづらいシーンが多い、すごく。でその中でじゃあ自分のやってることを理解してくれつつ今思ってることを何でも話せる人なんだ。それがねすごく結婚してよかったなって思う部分だし、その味方でいてくれてるっていうだけじゃなくて普通に会話してて楽しいよね。でその会話する相手が一応離婚でもしない限りずっと一緒にいてくれるっていう、ハラハラしない駆け引きしないで、一番会話して楽しい相手が、今のところ何もなければずっといてくれるっていう、この前お母さんに会った時にあなたと喋ってる時が一番楽しいって話したらお母さんがそうなのみたいなお母さんめっちゃ驚いてた。もともとあんまり人に気持ちを言わないタイプ、親にでさえもあんまり言わないタイプだけど、なぜかあなたには何でも喋れて、かつ楽しいのね。なんか俺あなたのお母さんに会った時に言われたもんね。ミクは誰にも言わず溜め込むタイプだから優しくしてあげてね。あーって思ってめっちゃ言ってくるやんってね、じゃあ会話して楽しいが一番か。それはどうなる？結婚っていう形式を取らないと作れなかった関係なのかな。確かにそれ言われちゃったらもうそうなんだけど、付き合ってる時は、もしかしたら別れるかもしれないっていうので、なんか若干の遠慮だったりとか、分かるでしょ。でも確かになんか結婚してからの方がなんかよりおおらかっていうのかな、そののびのびとしてるなっていう感じはそうだよ、そう自分の中での切り替えかもね。それだから別にしてなくても変わんないのかもしれないけど、私にとってはしたことによってより何でも打ち明けられるようになった。君はそうね、結婚してよかったことね。聞いたことないね。話し合ったこともないねこんなこと。でもね、ちょっとでもやっぱ話はやっぱ被るよね、あなたと。でもやっぱそのバディよな。そうなんだよね、バディだよね、付き合ってる時はなかったよね、バディ感っていうの、仕事もね、ちょっと一緒にやってる部分もあるから、それでよりそう感じてるのかもしれないけど、共に人生を戦う仲間って感じよね。わかる、チームだよね。だから、何でも話せるっていうのももちろんあるけど、もちろん衝突もあるし、それで面倒くせえなって思うこともあるけどやっぱバディだしな海猿の気持ちをなんかあったらやっぱ助けないとって思うし、逆に自分が何かあったら助けてくれるだろうっていう、信頼関係を持って、人生を進むことができる、っていうのは、ありますね。何こんなさことをさ、こんな面と向かって言い合うの恥ずく照れくさすぎてさ、よくこんなテーマをさぶち上げちゃったなと思う。だから緊張感すごかった。緊張感すごいね、公開告白してるみたいなもんじゃんね。恥ずかしくない？でもね、今後どうなるかわからないですけど、今のところは結婚してよかったなと私は思っています。そうですね。はいです無理くり無理くり。じゃあちょっとお手紙読んでいきましょう。じゃあまずね、結婚してよかったのお手紙読みたいと思います。ラジオネームケクさんからのお便りです。34歳男、結婚3年目、男性からのお便りです。ミクさん先生、こんばんは。こんばんは。ラジオのお二人の雰囲気が私たち夫婦と似ていて、さらに同年代ということもあり、親近感を持って妻と楽しく聞いています。すごいね。夫婦で最近多いんだよね、夫婦で見てくださってる方。さて、結婚してよかったことですが、一番は笑っている時間が増えたことです。結婚してから実家に帰ると、あんたそんなに笑う感じだったっけと言われるぐらい、妻といると自然と笑う頻度が増えたようです。結婚前は自分のキャリアややりたいことなど未来に目を向けている時が多かったですが、結婚してからは今の生活も大切にできるようになったと思います。ちなみにもしよかったら先生が結婚を決断した瞬間を教えてもらえませんか？ PS 岡本太郎の本、僕も読みました、とのことです。ありがとうございます。俺が結婚を結婚を決断した瞬間を教えてもらえませんか？ちょいちょい喋ったことあるような気もするけどね。そうね。でもまだあなたが YouTube もやってなくて、俺が当時台湾にいたのか、でもその流れで言うと大学在学中に付き合ってるよね。
であなたも働いてたけど、で俺大学生の時付き合って、で就職で他県に行ったのね。でそこで働いてて2年間ぐらい、で突然俺は仕事を辞めるんよね。突然仕事を辞めてあなたの家に転がり込んでいくわけ。やばいよね。そう今考えると結構やばい男だなと思うんだけど、ヤバ男のムーブかましてたよね、うちの家に転がり込んで 1,2 週間ぐらい、そしたら、たまたまそこから縁があって台湾で働くことになったんやけど、で台湾に行って何年だ2年ぐらいそこでプロポーズしたわけですよ。でその時どういう心境やったかってことだよね。ちなみに私がね、プロポーズされた時は2周回って結婚したくない時だった。そうそんな感じや。結婚したい欲が2周回って、いやもう別に結婚とかもいいや、全然興味ないとなってた。俺ね分かるんよ。何が振られそうっていう雰囲気を察する力だけは天下一品やから。でも確かにワンチャン振りそうだったよ。で付き合う時もここで告白せな、もう会ってくれないって思って告白してるわけ。でだからそういう意味ではちゃんとした戦略はない。振られると思って、多分プロポーズしたんやろうね。でも振られるって思って振られてもいいわけじゃん正直。なんでじゃあ私欲しがるね。ちょっと待って。いやなんで私そこ引き止めたん。確かにね、でも社会人になってさ、俺結構辛かったし結構愚痴言ってたと思うよ。そうだね、毎日言ってたよね。最初の2年はもちろん、台湾行ってからも、特に一人だったから、もうはけ口もなくて、もう毎日のようにさ、これがさあれでさマジでさってさ言ってたけど、なんか結構ってさ、結構励ましてくれてたよ。励ました、あんたはできるよみたいな、なんかいけるよみたいな、なんかそういう信じてくれてた部分が一番大きかったんじゃないですか。やっぱり、じゃないですかね。そうね、そういうことです。はい、そういうことです。もう一個お手紙、読みたいと思います。これはですね、悩んでることです。結構深刻です。これはラジオネームいくさんからのお手紙です。ありがとうございます。私は28歳で彼は29歳です。付き合って半年程度ですが、彼とはとても相性が良く、彼と一緒にいる時の自分が好きだなって思えるような人です。彼も同じように思ってくれていて、彼の母に結婚を前提に付き合っていることを話してくれました。ですが彼はとてもいいお家柄の方で、私の両親が離婚していることと私の職業看護師に対し会う前から反対されています。彼も会えるように説得してくれていましたが、全く聞き入れてもらえず、会っても気持ちは変わらないから会わないと言われています。その話から2ヶ月経ち、状況は変わっていません。彼も母親にまだ別れてないのと言われていたり、他のあなたに会う人を探すと言われています。ですが私はせっかくこんなに好きな相手に出会えたこのタイミングや奇跡を無駄にしたくなくて、私の努力で何か変わらないか方法を探して認めてもらえるよう自分に能力をつけようと英会話を勉強したりしています。私は彼の両親に何を言われても一緒にいたい気持ちと離れない覚悟はできています。彼も私を好きな気持ちと離れたくない気持ちは今も変わらず持ってくれています。ですが両親とも仲が良く祝福してもらいたい気持ちもあるので、私と彼の両親からの板挟みになりかなり辛いようで、お互いに結婚という形を取りたいということもあって一緒にいることを諦めかけています。私は全部前向きに一緒にいられることを考えてしまいます。彼は現実的にたくさんのリスクがあることも考えているので後ろ向きな気持ちです。彼の苦しい気持ちもわかるし、かといって私も一緒に人生歩んでいきたいという気持ちに嘘をつきたくない、今後悔したくないと思ってしまいます。実際変えられるものと変えられないものは本当にあるなとこの件で思いました。ですがどうしても諦められません。ミクさんと先生が私ならどうしますか。いやもうもうこんなドラマみたいやん。ね、本当にドラマみたいと思って。花より団子だよね。この花より団子とほとんど同じような道明寺とつくしの展開なんだけど、これはね道明寺がねつくしのことが好きでたまんなくて、お母さんに何言っても俺は離れねえからっていう気持ちがあまりにも強かったがゆえ、お母さんが認めるっていう展開だったわ。はあ。じゃあこの場合だと、その
付き合ってる彼の方がうんお母さんを説得するってこと？そうだね、うんだって道明寺に関しては自分の記憶が事故で一回なくなったのにもかかわらずつくしのことを思い出したからねそうなまあ結局つくしもいろいろ頑張ったっていうのもあるんだけどね、まあもちろん我が家は名家ではありませんので、はい気持ちをねそうなんです多分俺らには想像がつかないほどのそう多分何かがあるんだろうけど、でもね最後の方にちょっとイクさんはね答えにたどり着いちゃってるなって思うんもっだけど、と答えはあったよね。そう変えられるものと変えられないものは本当にあるなって思ってるってことは、まあ、自分の中でね、まあ、ちょっとこう、難しいんだろうなみたいなのって、まあ、ちょっと若干うすうす気づいてはねいるとは思うんだけど、でも諦められないっていうことで自分だったらどうするか私だったらどうするか、このイクさんと同じように後悔したくないから、ギリギリまでどうにか結婚できないかっていうのを探すよ。なんだろう教養をつけたりとかするんだけど、最終的にはね人間関係において、自分がいくら頑張っても報われないものってあるのよ、人間関係だけに関しては。自分の努力じゃどうにでもならないことがあるのが人間関係だから、私だったらそのイクさんみたいにやれることはやりますし、私は今28歳なので29歳までに結婚したいと思っています。籍を入れたいと思っています。でそれが無理ならお別れする形になると思うって言うし、今ねすごく彼はいろんな痛みで辛いわけよ、だからそこ一回解放してあげると、彼の心が動くかもしれないって、私はやっぱちょっと思うから、それで動かなくてもね、でもやっぱり自分のね一番好きな人が苦しい思いをするのが嫌なのよ、結局、自分の思いだけ達成してもね。だから一応私の願いは29歳までに結婚することです。でまあそれでもし結婚する気があるならお母さんに言ってみてくださいみたいな、でも私は無理して結婚しようとは思わないから、もう無理だったら無理でいいからそれだけ伝えます。でちゃんと29になったらすいません、そうね、時間が来ましたって言うわ。そうね、そうね、まあまだ半年っちゃ半年やから、まあ、もうちょっと話し合いを重ねて、自分の中で期限じゃない区切りをつけようっていうタイミングを相手に伝える、でそれでも相手の出方次第じゃないけど、っていうところなんじゃないですかね。でもねこれは相手が、いいお家柄とか関係なく、私はどんな人に対してもこういう状況になったらこういうことを言うかなって思う。まあ、ちょっともうこれカットしてもらってもいいけどちょっと厳しいこと言うよ、男が悪いよだってそうじゃんね、結婚してないさ、女の子がさ、相手方のお母さんにさ盾つけるわけないやん。ありがとう言ってくれて、なんか私もイクさんの気持ちで泣きそうになっちゃったんだけど、いやイクさんはよくやってるよ、と思うけどね、難しいけど、でも実際そうだ、その板挟みで辛そうって言ってるけど、いや自分の親だしね板挟みじゃないけど確かにそのなんか状況を整理すると、その男性の方がもうお母さんを説得できるか否かしかないやん、そのいくらそのイクさんが頑張ったとはいえさ、そうだよね、そうだよね。なんかイクさんは自分が足りないかのように話してるけどそんなことはないわけでそんなことはないよすいませんね、多分すごい優しい方なんでしょうけど、そうだね、彼もねいろんな人の気持ちを汲んでしまって辛い、ね、優しい方なんだと思うけど、確かに最後の一押しは彼に言ってもらえたよね。だって彼も同じぐらい好きですって言ってくれてさ、お口だけかってね言ってねってそうだね、うまくいくといいな、でもなんかこの人はうまくいってもいかなくても、いいと思うよ今のすごい投げやりかもしれないけど、わかるよ、この方はもしこれでうまくいかなくてもちゃんと自分で幸せつかめる人だと思う、確かに、そうね、難しいよな、イクさん頑張ってください、本当にね、うまくいくことを願いつつ。大丈夫やろ、どうする、なんか次の次ね、ちょっとやっぱもうちょっとポップなやつがいいね。わかる、まあ、確かに次第9回はポップなものに行きたいですね。そうね、なんかもうどうでもいい会話したいね。なんか俺さ、最近知り合いの人から全国
まあなんかその人がくれたのは横浜のメーカーなんだったけど、そうね、なんか全国各地に食べたことのないメーカーがあるんですよ。わかる、私も食べたみたいのあるんだけどあれ名前なんてかな、横浜の三温糖クッキーを食べたらちょっと美味しすぎてうわーってなったわけ。何これってなって、でそういうのを教えてほしい。でそれを取り寄せして食べるっていう。あ、来週ね。間に合うかな、取り寄せが。それはじゃあ例えば第10回に食べるとかね、余裕持って。それいいかも。それいいでしょ。で第9回、私ちょっと思ってるのは、もうさ今年半年で過ぎるよもう。だから2024年上半期買ってよかったものを皆さんに聞きたい。このね上半期買ってよかったもの何でもいいから教えてもらいたいんだよね。私も来週発表するっていうか、来週の動画それにしようかな。であなたもラジオで買ってよかったものベスト3みたいな俺も、発表してもらって、私は動画の本編で紹介します。で皆さんは、このコメント欄で買ってよかったものを書いていただきます。何でもいいです。何でも、キッチン用品とかお洋服、スキンケア、何でもいいよね、全部。それをねぜひ募集します。で質問はいらない？質問あると喋りやすいんだよね。自由質問。そうだね。だから上半期買ってよかったものと質問もしくはご当地メーカー、教えてください。じゃあそちらぜひよろしくお願いします。お願いします。この動画が面白かったよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では最近土曜ラジオ第8回終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。キートス。